口にするとお金や人が遠のく言葉ということで、早速一つ目は、前にも言ったんやけどです。確かに同じことを何回も聞かれたり、あるいは同じことを何回も言ってるのに治らなかったら言いたくなる気持ちもわからなくはないんですけど、何よりもこの言葉からはイライラ感が伝わってきますよねと。また言われた側にとっては、前っていつよ、そんなん言われた覚えないんやけどと、その前っていうタイミングがいつかがめちゃくちゃ気になりますよねと。言ってる側としては、その前というのがいつかというタイミングはあんまり重要ではなくて、何度も言わせないでくれということが言いたいんだと思うんですが、ですので前にも言ったんやけどではなくて、こういう時にも言ったけどとか、いついつも言ったけどみたいな言い方をした方が丁寧でスムーズに進みますよねと。あと、何回も言ってるけどみたいなのも同じですよね。言われた側としては、そんな何回も言われたっけ、まだ2回でしょとか感じてしまいますよねと。本来であれば1回言ったら治ってほしいんですけど、ただこの何回も言ってるけどって言ってる人も人生のどこかで同じことを言われたことがあるはずで、人間やっぱり1回や2回では治らないですよね。5回も10回も言ってるなら問題外ですけど、そういう場合を除いてはあんまりこの何回も言うけどは使わない方がいいかもしれませんね。あと、言ってる側の誤解で1回も言ってないっていうケースもなきにしもあらずなので要注意ということです。口にするとお金や人が遠のく言葉の2つ目は、大丈夫ですです。この大丈夫ですの典型的な良くない使われ方の例としては、お水いりますか、大丈夫です。では、お水がいるのかいらないのかわからないっていうやつですよね。お水いりますかに対して大丈夫ですやったら、多分その人はいらないっていうことだと思うんですけど、ただこれがお水でいいですかみたいな聞かれ方に対して大丈夫ですやったら、もういよいよその人はお水でいいのか、あるいはそもそもお水がいらないのかわからなくなってきますよね。あるいは、暖房ちょっと消してもいい？大丈夫とか、レンジで先チンしといてもいい？大丈夫みたいなのって本当にどっちかわからない。少なくとも瞬時にはどっちかわからないですよね。せっかくレンジでチンしてあげようと思ってるのに、はっきりしてほしいと思われてしまうので要注意ですと。偉そうに言ってますけど、僕も大丈夫ですと言ってよく誤解させてしまう方で、例えばスーパーでレジ袋は大きい方でいいですかみたいな聞かれ方を店員さんにした時に、私は大丈夫ですみたいなことを言っちゃうんですね。すると店員さんにしてみたら、あれ、そもそもこの人レジ袋いらないのかな、マイバッグ持ってるのかなみたいな感じで、レジ袋をお付けしていいですかみたいなところに一つ戻っちゃうんですよね。ですので、はいとかいいえとか、いりますとかいりませんとか、はっきりした方がいいですねと。あと、シチュエーションは変わるんですけども、明らかに具合が良くない人に向かって大丈夫と聞くのは不自然ですと。言われた側としては大丈夫なはずないでしょと心の中で思ってしまいますし、そもそも具合が悪いから、もうそんな受け答えする元気もないかもしれないのに、やめてくれと思ってしまいますよね。ですので、そういう時はもうあとは私がやっとくから先に帰ってゆっくり休んでねとか、大事にしてくださいねぐらいの思い切りがあるといいかもしれませんねということでした。口にするとお金や人が遠のく言葉の3つ目は、言いにくいことなんですがです。言いにくいと言った後に相手にとってあんまり良くないことを言うのは、いかにも相手を気遣っていると見せかけて、実際は自分が悪く思われないように保険をかけたずるい言い方ですと。確かにその通りですよね。言われる側としては、じゃあ言ってくれるなよと思ってしまいますよね。あるいはメールなどですごいきついことを言われた後に、最後にこういう言い方をする無礼をお許しくださいみたいな、じゃあ言うなよと思ってしまいますよね。しかも特にメールなんて生物のコミュニケーションじゃないですから、そう書くんやったらメールを書き直すと、そもそもメールを書き直すという手もあるような気もしますよね。ただ書き直さないというのは、本当に自分が悪く思われないように保険をかけたずるい言い方と思われても仕方ないですよね。というわけで、もし相手に改めてほしいことがあるのであれば、改めてほしいことがありますとはっきり言うのがいいんじゃないでしょうかと。あと、これに関連して言いにくいことを言った後に、そうそう、もう一個言いたいことがあったんやけどとか、あとこれも前から気になってたんやけどみたいな感じで、どんどん言いにくいことを追加していくのも良くないですよねと。言われる側にとっては不満を発散しているようにしか聞こえないので、なかなか難しいかとは思いますが、指摘する前に指摘するべき事柄を整理してから相手に言った方がいいかもしれませんねと。口にするとお金や人が遠のく言葉の4つ目は、頑張ります。前向きでいいんですけど、結果がシビアに求められるシチュエーションや、あるいは頑張りますを連発していると、相手にとっては失望感が強いですよと。また逆の立場で、おい、やる気があるのかみたいな言い方も言われる側としては困りますし、場合によってはパワハラになるので要注意ですと。どちらの立場にせよ、頑張るのをどう頑張るのかとか、あるいはどんな結果を達成してほしいのかとか、具体的にする方がいいかもしれませんねと。口にするとお金や人が遠のく言葉の5つ目は、
今後の参考にさせていただきますです。これはもうテンプレ化しすぎてて、今後の参考にしない感がすごい強いですよね。企業のクレーム対応などでよく使われる陰銀なフレーズですが、先輩や上司に注意された時にこう言うと、とても上から目線な印象がありますと。確かにそうですよね。こっちがアドバイスしたり、注意した時に、参考にしますと言われると、参考か、参考程度か、参考にしかならなかったのか、と感じてしまいますよね。特に注意された側としては、すみません、改めますぐらいがいいんじゃないでしょうかと。口にするとお金や人が遠のく言葉の5つ目は別にです。何かご意見やご要望はありますか？別にとか、どっか行きたいところある？別にみたいな、たった一言で相手との関係性を一気に悪くする破壊力満点ですと。特に返す言葉がないなら特にありませんとか、思いついたら言いますねとか、一緒に考えていこうみたいに言うのがいいかもしれませんねと。以上、ビジネスやプライベートの場で当たり前のように使われているフレーズの中には、相手の心象を悪くする要注意の言葉がたくさんあります。ということで、放送作家の野呂栄一郎先生のこちらの本より解説でした。最後までありがとうございました。いってらっしゃい。